下腹だけぽっこりの人、ベッドの上で寝ながらたった30秒でできる簡単な腹筋運動をご紹介します。腹筋は一般的に3種類あると言われてます。よくある上体起こし、よくある足上げ腹筋、よくあるねじる運動。2番の足上げ腹筋が下っ腹に効きやすいと言われてるんですが、やってる最中腰が反ってしまって痛みが出る。下っ腹ってよりも前ももにばっかり効いてしまう。そんなことがよく起こります。じゃあどうしたらいいのっていうと、こういう腹筋ローラーおすすめなんですが、僕もできません。腹筋ローラーの何がいいかというと、腹筋を伸び縮みさせて集中的に鍛えることができるからです。じゃあどうしたらいいかっていうと、実はプランクがいいんです。スマホは顔の前に置いてうつ伏せに寝ましょう。まずは肩の真下にこんな感じで肘ついて、お尻を持ち上げてプランク、この状態作ります。ここからお腹をちょっと下に下げて持ち上げる、お腹を下げる、持ち上げる、これ繰り返していきましょう。きつい。腹筋がね、こうすると伸び縮みします。腰が痛いよって方は膝ついたままで上です。膝ついたままお腹下げる、上げる。で、お腹下げすぎると腰が反って痛くなります。無理なくできる範囲でいいです。お腹下げる、上げる。腹筋を使う感覚ありますか？腰反って痛い方は絶対無理しないでください。頑張れる人は膝つかないで。ずっと腹筋力入れて、あと少し。頑張って。ラスト1回。よーし、オッケー。そしたら次は、両手を耳の横つきます。ぐーっと上半身反らします。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方は肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、OK です。さっきね、冒頭で30秒でできるとお伝えしたんですが、先ほど伝えたね、プランク。あれを毎日30秒やるだけでもお腹めちゃめちゃへこみます。ぜひね、寝起きとか寝る前とか30秒だけでもいいので、毎日やるようにしてみてください。ただ理想はね、こうやって前後に腹筋のね、ストレッチを入れてあげると最高です。OK。もう一回プランクいきますよ。肩の真下に肘ついて、お腹を持ち上げます。お腹下げる、持ち上げる。お腹下げる、持ち上げる。繰り返しましょう。お腹下げた時に腹筋が伸びて、上げると縮まる。腰が痛くない範囲で、お腹上げ下げしましょう。きつい人、膝ついていいです。きつい。頑張って頑張って。肩腰痛いし無理しないで。サボりながらでも OK です。腹筋使ってる感覚、ちゃんとありますか？頑張れる人は膝つかないで。きつい。ラスト1回して頑張りましょう。しっかり上げる。OK。そしたら一回上半身べちゃーっと寝かせましょう。そしたらこのまま左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここストレッチかけてます。上半身べちゃーっと寝かしたまま、左のお腹の前面ね、ここ伸びる感覚あれば OK です。イメージとしては、誰かにつま先をね、ぐーっと引っ張られてるイメージでやると、左のお腹の前面、伸びる感覚がね、わかりやすいと思います。呼吸は止めないようにしましょう。腰が反っていたい方、絶対無理しないでくださいね。よし、OK。逆行きましょう。上半身をべちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面を、ストレッチしていきます。どうでしょう、右のお腹の前面伸びる感覚ありますか？いまいち伸びる感覚ない方は、つま先を誰かに引っ張られてるイメージで、ぐーっと遠くに向かって伸ばすと、右のお腹の前面伸びてきます。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。上半身こうやって起きてると全然伸びません。上半身はなるべくべちゃっとつけておきましょう。これで最後にきついプランクやっておしまいにします。最後ね、30秒だけして頑張りましょう。OK。ラストプランクいきますよ。肩の真下に肘をついて、お腹持ち上げます。で、お腹下げる、上げる。お腹下げる、上げる。あんまりね、腰が反りすぎないようにしましょう。頑張って頑張って。きつい人膝ついても OK。頑張れ。ちゃんと腹筋意識して。腰がきつい人はね、途中でサボっても OK。一応ね、腹筋結構きついんですけど、まだ頑張りたい。早くね、下っ腹へこましたいよって人は、おすすめの動画概要欄貼っておきますので、このままね、続けてやっていただけると思います。あと、Twitter にさもね、毎日更新してますので、ぜひ、概要欄からフォローお願いします。ラスト1回、ぐっと持ち上げて、下ろす。OK、お疲れ様でした。膝曲げたまま足を持ち上げて、下っ腹使って、お尻を床から浮かせます。スマホ見ながらやりましょう。背骨が床に当たって痛い方は、布団とかベッドの上でやると良いと思います。呼吸は止めないようにして、下っ腹意識して、お尻をしっ
かり持ち上げましょう。OK、そのままねじります。膝と膝つけたまま右にねじる。膝と膝つけたまま左へねじる。腰に痛みがある方はね、痛みがない範囲で大丈夫です。下っ腹、お腹を意識しましょう。膝同士つけておくと内ももにも効くのでね、できたら膝と膝離さないように行いましょう。呼吸扉よりしましょう。よし、OK。この次は自転車こぎいきます。下っ腹、股関節、付け根を意識しましょう。前もも多少使ってもいいんですが、なるべくね、付け根と下っ腹意識して、できる限り大きく円を描きましょう。で、頭上げちゃうと首痛めちゃうので、頭をね、床につけたままで大丈夫です。できる限り大きく円を描いて、呼吸は止めず、下っ腹、股関節、付け根を意識しましょう。この次は休憩ストレッチです。ちょっと頑張りましょう。OK、次、ドローインやっていきます。鼻から息を吸って限界までお腹膨らませましょう。限界までお腹膨らませる。吸って吸って、もう膨らまないってとこまで膨らませましょう。限界まで吸ったら吐きましょう。息吐くときはふうよりもはーっと吐いた方が下っ腹に効きます。限界まで息を吐き切りましょう。OK、次は膝を曲げた状態で下っ腹使ってお尻だけ持ち上げるイメージです。お尻だけ持ち上げる。腰が反らないように手を腰のあたり入れておくとお尻だけね持ち上げやすいと思います。腰は床につけたままお尻だけぐっと持ち上げましょう。下っ腹使ってる感覚あればそれで OK です。お尻を持ち上げて下っ腹使う。ラスト1回ぐーっと上げる。 OK、次はストレッチです。右足を左こっちに持っていきます。で、左足を上から乗せて右手は万歳します。右の脇腹、脇の下、この辺りが伸びてれば大丈夫です。できたら足と手をなるべく引き離すイメージですね。なるべく手は高く、足はなるべく遠くへ向かって伸ばすと脇腹が伸びてきます。呼吸は止めないようにして肩腰痛みがある方は痛みがない範囲で行いましょう。 OK、 次は左足を右こっちに持ってきて右足を上に乗せる。左手万歳しましょう。足先と指先なるべく引き離す。呼吸は止めないようにしましょう。脇の下、脇腹伸びてれば OK です。肩上げてね、痛みがある方は痛みがない範囲で大丈夫です。呼吸は止めないようにして、痛みがない方はなるべく手と足を引き離すイメージです。この次は足パカいきます。下っ腹を意識した足パカです。ぐっと持ち上げて足パカ。この時にちょっとね、下っ腹使ってお尻を浮かせておくイメージです。どうしてもお尻浮かない方は手をお尻の下に入れてちょっとお尻浮かせるイメージでも大丈夫です。下っ腹意識して使いましょう。もちろんね、余裕だよって方はパカパカしてもいいんですけど、あくまで下っ腹を使うことが目的なので、足はね動かさなくてももちろん大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。 OK、 次は左手でスマホを持って右手を前に伸ばす。で左にぐーっとねじる。戻す。左へぐーっとねじる。指先はなるべく遠くに向かってぐっと伸ばした状態でねじる。ねじる。限界までねじる。これゆっくりでいいので、なるべく指先はね誰かに引っ張られてるイメージですね。遠くに向かってぐーっとねじるイメージ。ラスト1回ねじりましょう。 OK、次スマホを右手で持って左手を伸ばします。右にぐーっとねじる。指先を誰かに引っ張られてるイメージです。この時足はねこうやって膝曲げといてもいいですし、伸ばしといてもどっちでもいいです。上半身をねじることが目的です。指先誰かに引っ張られてるイメージで
右へねじる。呼吸止めないようにしましょう。疲れてきたらね、最後の10秒、もちろんサボってもいいですが、1週間で痩せるために頑張りましょう。OK。次は、左足を右にグッと、こんな感じでねじります。お尻とか腰、背中、お腹、この辺りをね、ストレッチしてます。で、これだけでも十分伸びるんですが、余裕がある方は、大きく足を回しましょう。股関節から動かす。で、こうやって上げた時にね、下っ腹、脇腹あたりに効くので、余裕がある人はこんな感じで股関節回しましょう。きつい。OK。次、こっち向いたままでいいです。上の足を高く上げる。上げる。で、限界まで上げることで脇腹に効きます。どうしてもバランス取りづらい方は下の足をこうやってね、前に出しておくとバランス取りやすいと思います。で、お尻とか外もも効いちゃってもいいです。脇腹使うことが目的なので、脇腹に力が入ってれば、外もも、お尻多少使ってもいいです。脇腹触るとね、あ、動いてるなーって感覚がわかると思います。この次、休憩ストレッチです。安心してください。OK。一回スマホ床に置いて、こんな感じで手をつきましょう。脇腹、ストレッチしてます。もしこの体勢きつければね、これぐらいでも伸びる人は伸びると思います。脇腹を伸ばすことが目的です。下半身は任せます。どんな体勢でも。こうやって足前に出しといてもいいし、こうやって揃えといてもいいし、脇腹が伸びればね、それで OK です。肘をピンと伸ばした方がより伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。OK。